サンマ、キノコ、食欲の秋。今日の飯はサンマのとろーり中華あんかけ。キノコの旨味にあのスパイスを絡めた極うま特製中華あん。そして今が旬の脂が乗ったサンマ。今回はこのメニューで秋を満喫したいと思います。よし、調理開始や。サンマは後でさばくんで一旦冷蔵庫にしまっておこう。まずはあん作りからや。キノコは石突きを取り、適当な一口大にカットしたら手でバラす。今回はえのきとしめじを使ったが、しいたけやまいたけ、お好みで余ってるものを使えばいい。そして長ネギをみじん切り。小鍋を用意し、長ネギと豆板醤を弱火で炒め、香りを引き出していく。香りが立ってきたらキノコを入れて混ぜ合わせて軽く炒める。そこに中華スープを1カップ、水1カップに対し鶏ガラスープの素小さじ2や。そこに酒と醤油を大さじ1ずつ入れ味付けしたら軽く煮立たせる。煮立ってきたら水溶き片栗粉でとろみ漬けや。片栗粉は温度が高いとダマになるので火を止めてから入れる。好みの硬さになるまで調整したら再び火をつけ煮立たせ、とろみを安定させる。そして仕上げにこのスパイス、パウダータイプでもか。中華山椒は日本の山椒と違いしびれる辛さが特徴的。最近はどこのスーパーにも売っていて中華には欠かせないスパイスだ。俺みたいな刺激中毒者は親の敵かのごとくたっぷり入れるといい。よし、あんの完成や。こいつは後で温め直して使う。そしたらサンマをさばいていこう。最初まな板にキッチンペーパーか新聞紙を引いておくと後々処理が楽や。新鮮で脂の乗ったサンマの見分け方は、目が透き通っていて口先が黄色く、尻尾まで黄色く輝いてるとなおよし、背中は青光りし、なんかこの辺がもっこりしてるやつ。とはいえ今回は竜田揚げにするんで安い解凍品でも問題ない。サンマの鱗は収穫時にほとんど剥がれるが、新鮮なブツの場合はたまについてるんで包丁で撫でてこそげ落とす。じゃあ早速さばいていこう。まずは頭から切り落とす。一刀流居合、羅生門。すべての生きとし生けるものに感謝。お次はこの辺にサンマのアナル、肛門があるんで、こっから切腹。そして中の腹綿を引きずり出す。あとはペーパーごとくるくるポイや。内臓を落としたら中をきれいに水洗いする。あと骨の奥に血合いがあるんで、ナイフで少し切れ込みを入れ血合いも洗い流す。血のついた包丁やまな板もよく洗う。魚を洗ったらキッチンペーパーで水気をよく吸収。水分が残ってるとどんどん鮮度が悪くなる。腹の中までよく拭き取るんや。そしたらいよいよサンマをおろしていく。こういう身幅の細い魚は大名おろしが適している。背骨に沿って包丁を入れ、骨と身を引き剥がす。包丁の角度は少し奥に傾けるといい。最初にガイドラインとして切れ込みを入れるとやりやすい。包丁の刃を奥まで持っていったら骨に沿ってスッと引き切る。反対側も包丁をギコギコしすぎると身がボロボロになるんで、
切れ味のいい包丁を使い、なるべく少ないストロークで引き切るのがコツや。大名おろしは尻尾側からおろす方法もある。背骨の上に包丁を突き刺し、さっきと同じように骨の上を滑らせる。どのやり方でもいいんで、やりやすい方でやるといい。苦手な人は通常の3枚おろしのようにガイドラインを入れてから引いても OK だ。おろした魚はこの辺に腹骨があるんで薄くそぎ取っていく。魚の美味しい部分なんでなるべく薄くや。難しい場合は腹骨の裏から切れ込みを入れ、骨を包丁で押さえつけたまま手で引き剥がす方法もある。あとはこの辺に中骨があるが、サンマの骨は細く揚げたらほとんど気にならんので、わざわざ引き抜かんでも大丈夫や。どうしても気になる場合は骨抜きで抜くといい。さばき終わったらおろしたブツを3等分にカット。この切り身に塩コショウで下味をつけ、臭み消しに酒大さじ1、軽く揉み込んでなじませたら、ここで再び登場片栗粉。こいつをおろした切り身にまんべんなくまぶす。片栗粉を衣に使うとサクサク軽い仕上がりになる。この粉は使い方によってカリカリにもトロトロにもできる。片栗粉は人を笑顔にする魔法の白い粉です。あと魚の生ゴミはそのまま捨てると虫がたかるんで、ビニールでしっかり縛り、ゴミの日まで冷凍庫に保管しておこうね。よし、じゃあサンマを揚げていこう。普通のフライパンで揚げ焼きにしても大丈夫や。温度の目安は菜箸から勢いよく泡が出る180度ぐらい。サンマは生でも食えるんで、そこまで念入りに火を通さなくても大丈夫や。外側の衣がカリッとすればいい。このままいい感じに色づくまでサクッと揚げていく。よし、うまそうなもんじゃ色になってきた。ここいらで撤収や。サンマを皿に盛ったら温め直したあんを上からぶっかける。仕上げのトッピングにごまとネギを振りかけたら完成や。サンマのとろーり中華あんかけ。いただきます。実にうまい。外はサクサク、中は脂が乗ってジューシー。サンマってなんでこんなにうまいんだろう。そしてこのタレマジでうまい。キノコの旨味が溶け出したとろっとした中華あん、キリッとした豆板醤の辛みの後に花山椒のしびれる辛みが襲ってくる。ネギとごまの風味もいい。こいつは米との相性が半端じゃないぜ。今回はサンマを使ったが、アジやサバ他の魚に変えてもうまそうだし、肉に変えても全然ありやな。余ったタレは米にかけて即席キノコの中華丼や。うまい。めちゃくちゃうまい。米が流し込める。これだけで立派な一品や。サンマ、秋、キノコ。ごちそうさまでした。